春日部つむぎのゲーム作ってみよう。親愛なる視聴者の皆様、こんにちは。どうも、春日部つむぎです。セルシェーダーの続きです。今回は、セルシェーダーをポイントライトのカラーと連動させてみようと思います。ポイントライトのカラーと連動してみた、セルシェーダー。早速作ってみましょう。1、MPC にパラメータを追加。マテリアルパラメータコレクションにパラメータを追加します。MPC セルシェーダーを開きます。スカラーパラメータにエレメントを追加します。展開して、パラメータネームをユーズポイントライトにします。ユーズポイントライトは、ポイントライトシェーディングと、ディレクショナルライトシェーディングの切り替えに使用します。ベクターパラメータにエレメントを追加します。展開して、パラメータネームをポイントライトロケーションにします。ポイントライトロケーションは、ポイントライトの場所です。ベクターパラメータにエレメントを追加します。展開して、パラメータネームをポイントライトカラーにします。ポイントライトカラーは、ポイントライトの色です。スカラーパラメータにエレメントを追加します。展開して、パラメータネームをポイントライトラディウスにします。ポイントライトラディウスは、ポイントライトの効果範囲です。スカラーパラメータにエレメントを追加します。展開して、パラメータネームをシャドウバリューにします。シャドウバリューは、陰影に設定する値です。保存して閉じます。2、ポイントライト用アクターの作成。ポイントライトのベクトルを取得するため、ポイントライトアクターを作成します。右クリック、ブループリントクラス。すべてのクラスでポイントライトを検索して選択します。名前を BP ポイントライトにします。ファイルを開きます。2の1、ポイントライトシェーディングの効果範囲。ポイントライトシェーディングの効果範囲用のコリジョンを追加します。コンポーネントパネルのクラス追加より、スフィアコリジョンを追加します。名前をスフィアコリジョンにします。詳細パネル、ハイデンインゲームを無効にします。ポイントライトコンポーネントを選択します。ライトが見える範囲は、詳細パネル、ライト、アテニュエーションレイディアスで設定します。効果範囲用のコリジョンとアテニュエーションレイディアスが連動するようにします。コンストラクションスクリプトに記載します。ポイントライトコンポーネントを配置します。ポイントライトコンポーネントより、アテニュエーションレイディアス、ゲットノードを配置します。出力ピンを右クリックして、変数へ昇格します。名前をポイントライトラディウスにします。ポイントライトラディウス、セットノードをコンストラクションスクリプトノードにつなぎます。コンポーネントパネルより、スフィアコリジョンを配置します。スフィアコリジョンより、セットスフィアラディウスノードを配置します。ポイントライトラディウス、セットノードにつなぎます。インスフィアラディウスピンをポイントライトラディウス、セットノードにつなぎます。コンパイルして保存します。ビューポートを見ると、同じ大きさになりましたね。次の2、ビギンオーバーラップ。スフィアコリジョンを右クリック、イベントを追加、オンコンポーネントビギンオーバーラップを追加します。オーバーラップしたのが、プレイヤーかどうかを判定します。アザーアクターより、イコールノードを配置します。ゲットプレイヤーポーンノードを配置します。イコールノードにつなぎます。イコールノードより、ブランチノードを配置します。オンコンポーネントビギンオーバーラップノードにつなぎます。オーバーラップしたのが、プレイヤーであればトゥルーに処理が流れます。2の3、ポイントライトシェーディングの使用判定。オーバーラップするとポイントライトシェーディングを使用するかどうかを判定します。変数を追加します。変数ユーズポイントライト、ブーリアン型を作成します。変数ユーズポイントライトは、ポイントライトシェーディングを使用するかどうかです。また、ディレクショナルライトシェーディングとの切り替えようにも使用します。一旦、コンパイルします。デフォルト値を有効にします。インスタンス編集可能を有効にします。変数ユーズポイントライト、ゲットノードを配置します。変数ユーズポイントライト、ゲットノードより、ブランチノードを配置します。プレイヤー判定のブランチノードのトゥルーにつなぎます。ポイントライトシェーディングを使用する場合は、トゥルーに処理が流れます。2の4、ポイントライトパラメータの送付。ポイントライトのパラメータを、マテリアルパラメータコレクションのパラメータに渡します。ブランチノードのトゥルーにシークエンスノードをつなぎます。
ポイントライトシェーディングを使用するか、ディレクショナルライトシェーディングを使用するのかを渡します。セットスからパラメータバリューノードを配置します。シークエンスノードにつなぎます。コレクションに MPC セルシェーダーをセットします。パラメータネームをユーズポイントライトにします。パラメータバリューに、使用判定の変数ユーズポイントライト、ゲットノードをつなぎます。ブーリアンは、トゥルーの場合、1を出力します。フォールズの場合0を出力します。ポイントライトの場所を渡します。セットベクターパラメータバリューノードを配置します。前の処理につなぎます。コレクションに MPC セルシェーダーをセットします。パラメータネームをポイントライトロケーションにします。コンポーネントより、ポイントライトコンポーネントを配置します。ポイントライトコンポーネントより、ゲットワールドロケーションノードを配置します。パラメータバリューにつなぎます。ポイントライトの色を渡します。セットベクターパラメータバリューノードを配置します。前の処理につなぎます。コレクションに MPC セルシェーダーをセットします。パラメータネームをポイントライトカラーにします。ポイントライトコンポーネントより、ゲットライトカラーノードを配置します。パラメータバリューにつなぎます。ポイントライトの効果範囲を渡します。セットスからパラメータバリューノードを配置します。シークエンスノードにつなぎます。コレクションに MPC セルシェーダーをセットします。パラメータネームをポイントライトラディウスにします。変数ポイントライトラディウス、ゲットノードを配置します。パラメータバリューにつなぎます。陰影に設定する値を渡します。セットスからパラメータバリューノードを配置します。前の処理につなぎます。コレクションに MPC セルシェーダーをセットします。パラメータネームをシャドウバリューにします。パラメータバリューを 0.2 にします。右クリックして、変数へ昇格します。名前をシャドウバリューにします。次の後、シャドウ処理、ポイントライトシェーディングを使用しないときは、ポイントライトによるキャストシャドウを無効にします。ポイントライトコンポーネントを配置します。ポイントライトコンポーネントより、セットキャストシェーディーズノードを配置します。ニューバリューをフォールズにします。使用判定のブランチノードのフォールズにつなぎます。コンパイルして保存します。DT ポイントライトをレベル上に配置します。詳細パネル、ライトカラーを赤色にします。もう一つ配置します。詳細パネル、ライトカラーを緑色にします。3、M セルシェーダーの適用。プレイヤーのブループリントを作成し、メッシュに M セルシェーダーインスタンスを適用します。M セルシェーダーインスタンスをわかりやすいように名前を変更します。1つ目を M セルシェーダーインスト01にします。2つ目を M セルシェーダーインスト02にします。BP サードパーソンキャラクターを作業フォルダに複製します。名前を BP セルシェーダープレイヤーにします。ワールドセッティングパネル、デフォルトのポーンクラスを BP セルシェーダープレイヤーにします。ファイルを開きます。ビューポートに移動します。マテリアルに M セルシェーダーインスト01と M セルシェーダーインスト02をセットします。ビューポートを見ると M セルシェーダーが適用できてますね。コンパイルして保存します。4、ポイントライト用マテリアル表現式の作成。M セルシェーダーにポイントライト用の表現式を追加します。M セルシェーダーを開きます。現在ディレクショナルライト用の表現式が記述されています。一旦切り離して邪魔にならない場所に移動します。4-1、シェーディングモデルをアンリットに設定。セルシェーディングでは通常シェーディングモデルをアンリットにするようです。結果ノードを選択します。詳細パネル、マテリアル、シェーディングモデルをアンリットにします。アンリットはライトの影響を受けないため、自前でライトとの関係を計算する必要があります。4-2、ポイントライトの方向ベクトルの取得。ポイントライトは放射状にライトを照らします。ポイントライトは常にプレイヤーに向かっています。ポイントライトからこのマテリアルまでのベクトルを取得します。ワールドポジションノードを配置します。これはこのマテリアルのある場所ですね。次にポイントライトの場所を取得します。コレクションパラメータノードを配置します。詳細パネル、コレクションに MPC セルシェーダーをセットします。パラメータネームをポイントライトロケーションにします。3ベクターにします。コレクションパラメータノードより、コンポーネントマスクノードを配置します。展開して、
B ピンを有効にして RGB にします。ポイントライトからこのマテリアルまでのベクトルを取得するには、終点引く視点ですね。このマテリアルの場所からポイントライトの場所を引きます。サブトラクトノードを配置します。R ドポジションノードを A ピンにつなぎます。ポイントライトロケーションノードをサブトラクトノードの B ピンにつなぎます。4-3、ライトベクトルと放線の内積の取得。ライトが当たっている箇所の内積を求めます。ライトが当たっている箇所から見たライトベクトルが欲しいので、ライトベクトルの向きを変えます。マルチプライノードを配置します。ライトベクトルを A ピンにつなぎます。下のピンをマイナス1にして向きを変えます。マルチプライノードよりドットプロダクトノードを配置します。バーテックスノーマル WS ノードを配置します。B ピンにつなぎます。WS ノードはワールド空間の頂点放線を出力します。内積を100倍にします。ドットプロダクトノードよりマルチプライノードを配置します。下のピンを 100.0 にします。クランプノードで0と1の範囲に制限します。マルチプライノードよりクランプノードを配置します。ミニマムを 0.0 にします。マックスを 1.0 にします。これで0か1で渡されるようになります。4-4、テクスチャと陰影の設定。ディレクショナルライトで使用しているテクスチャと陰影を複製して設定します。今見るとベクトルの向きが逆なんですね。ちょっと修正します。マスクノードとドットノードの間にマルチプライノードを配置します。下のピンをマイナス1にして反転します。反転したことに伴いテクスチャと陰影の位置が逆ですね。シャドウカラーをラップノードの A ピンにつなぎます。ベーステクスチャをラップノードの B ピンにつなぎます。ディレクショナルライト用からベーステクスチャとシャドウカラーのパラメータノードを使用します。この辺り一体をマルチプライノードとラップノードも含めてコピーして貼り付けます。インテンシティノードは不要なので削除します。ライトベクトルと放線の内積のクランプノードをラップノードのアルファにつなぎます。内積の結果は0か1で渡されるので、0であればシャドウカラー、1であればベーステクスチャが返るようになります。4-5、距離減衰。ライトカラーの効果が、ポイントライトとの距離が近いほど明るくなり、ポイントライトとの距離が遠いほど暗くなるようにします。ディスタンスノードを配置します。ディスタンスノードは、2つのポイント間の距離を出力します。R ドポジションノードとポイントライトロケーションノードをつなぎます。コレクションパラメータノードをコピーして貼り付けます。詳細パネル、パラメータネームをポイントライトラディウスにします。2つのポイント間の距離をポイントライトの半径で割ります。ディスタンスノードより、ディバイドノードを配置します。B ピンにポイントライトラディウスをつなぎます。2つのポイントが近いほど値が小さくなり、遠いほど値が大きくなります。つまり、ポイントライトに近づくほど値が0に近づきます。最終的に0になります。ポイントライトから遠のくほど値が1に近づきます。距離がポイントライトラディウスを超えると1以上になります。ポイントライトに近づくほど明るくしたいので、1-ノードをつなぎます。つまり、ポイントライトに近づくほど値が1に近づきます。最終的に1になります。ポイントライトから遠のくほど値が0に近づきます。距離がポイントライトラディウスを超えると0以下になります。0以下にならないようにします。サチュレートノードをつなぎます。サチュレートノードは、値を0から1の間にクランプします。4-6、ポイントライトカラー。ポイントライトのカラーと連動するようにします。コレクションパラメータノードをコピーして貼り付けます。詳細パネル、パラメータネームをポイントライトカラーにします。3ベクターにします。コレクションパラメータノードより、コンポーネントマスクノードを配置します。展開して、B ピンを有効にして、RGB にします。距離減衰より、マルチプライノードを配置します。B ピンにポイントライトカラーをつなぎます。ベーステクスチャのマルチプライノードにつなぎます。4-7、距離による陰影の制限。現在シャドウカラーを 0.2 に設定しています。ポイントライトから遠ざかり、距離減衰が 0.2 以下になると、シャドウカラーよりも黒くなってしまいます。0.2 以下にならないようにします。テクスチャと陰影の設定に設定します。距離減衰より、if ノードを配置します。コレクションパラメータノードをコピーして貼り付けます。詳細パネル、パラメータネームをシャドウバリューにします。
if ノードの B ピンにつなぎます。距離減衰の値とシャドウバリューを比較します。距離減衰がシャドウバリューより大きいときは、ベーステクスチャにします。A 大なり B にベーステクスチャのマルチプライノードをつなぎます。距離減衰とシャドウバリューが等しいときは、シャドウカラーにします。A イコール B にシャドウカラーのマルチプライノードをつなぎます。距離減衰がシャドウバリューより小さいときは、シャドウカラーにします。A 小なり B にシャドウカラーのマルチプライノードをつなぎます。if ノードをラップノードの B ピンにつなぎます。4-8 ユーズポイントライトスイッチ。ポイントライトによるセルシェーディングを使用するか、ディレクショナルライトによるセルシェーディングを使用するかのスイッチを作成します。コレクションパラメータノードをコピーして貼り付けます。詳細パネル、パラメータネームをユーズポイントライトにします。ユーズポイントライトノードより if ノードを配置します。B ピンを 1.0 にします。1以上の時は、ポイントライトによるセルシェーディングを使用します。ポイントライトセルシェーディングのラップノードをつなぎます。1より小さい時は、ディレクショナルライトによるセルシェーディングを使用します。ディレクショナルライトのセルシェーディングのラップノードをつなぎます。最後に結果ノードのエミッシブカラーにつなぎます。保存して閉じます。起動してみましょう。ポイントライトシェーディングの効果範囲内に入ると、セルシェーディングができてますね。シャドウオフセット。ポイントライトシェーディングの効果範囲内に入ると、すぐにライトカラーによる効果が反映するのではなく、ポイントライトに向かって進むとしばらくしてから、ライトカラーによる効果が始まります。これが、シャドウバリューで設定した 0.2 の範囲になります。ポイントライトシェーディングの効果範囲内に入ると、すぐにライトカラーによる効果を反映したい場合は、ポイントライトシェーディングの効果範囲を調整します。BT ポイントライトを開きます。コンストラクションスクリプトに移動します。スフィアコリジョンをシャドウバリューで調整します。変数ポイントライトラディウス、セットノードより、マルチプライノードを配置します。セットスフィアラディウスノードのインスフィアラディウスにつなぎます。マルチプライノードの下のピンより、サブトラクトノードを配置します。上のピンを 1.0 にします。変数シャドウバリュー、ゲットノードを配置します。サブトラクトノードの下のピンにつなぎます。コンパイルして保存します。起動してみましょう。ポイントライトシェーディングの効果範囲内に入ると、すぐにライトカラーによる効果が反映しましたね。6、証明使用エリアの作成。エリア内に入ると、ポイントライトシェーディングを使用するアクタを作成します。右クリック、ブループリントクラス、アクタ。名前を BT ユーズランプエアにします。ファイルを開きます。コンポーネントパネルのプラス追加より、ボックスコリジョンを追加します。名前をコリジョンにします。詳細パネル、ハイデンインゲームを無効にします。コリジョンを右クリック、イベントを追加、オンコンポーネントビギンオーバーラップを追加します。オーバーラップしたのが、プレイヤーかどうかを判定します。アザーアクターより、イコールノードを配置します。ゲットプレイヤーポーンノードを配置します。イコールノードにつなぎます。イコールノードより、ブランチノードを配置します。オンコンポーネントビギンオーバーラップノードにつなぎます。オーバーラップしたのが、プレイヤーであればトゥルーに処理が流れます。6-1、ポイントライトシェーディングの使用。オーバーラップすると、ポイントライトシェーディングを使用するようにします。変数を追加します。変数ユーズポイントライト、ブーリアン型を作成します。変数ユーズポイントライトは、ポイントライトシェーディングを使用するかどうかです。変数ユーズポイントライト、セットノードを配置します。有効にして、プレイヤー判定のブランチノードのトゥルーにつなぎます。マテリアルパラメータコレクションに渡します。セットスからパラメータバリューノードを配置します。変数ユーズポイントライト、セットノードにつなぎます。コレクションに MPC セルシェーダーをセットします。パラメータネームをユーズポイントライトにします。変数ユーズポイントライト、セットノードをパラメータバリューにつなぎます。6-2、シャドウ処理、ディレクショナルライト、フォールズ、
ポイントライトシェーディングを使用中は、ディレクショナルライトによるキャストシェーディーズを無効にします。ゲットアクターオブクラスノードを配置します。アクタークラスでディレクショナルライトを指定します。今回はディレクショナルライトを作成しているので、DT ディレクショナルライトを指定します。前の処理につなぎます。リターンバリューより、ゲットライトコンポーネントノードを配置します。ゲットライトコンポーネントノードより、セットキャストシェーディーズノードを配置します。ニューバリューを無効にします。ゲットアクターオブクラスノードにつなぎます。6-3、エンドオーバーラップ。エンドオーバーラップすると、ディレクショナルライトシェーディングを使用するようにします。また、ディレクショナルライトによるキャストシェーディーズを有効にします。コリジョンを右クリック、イベントを追加、オンコンポーネントエンドオーバーラップを追加します。ビギンオーバーラップの処理をすべてコピーして、貼り付けます。エンドオーバーラップノードにつなぎます。アザーアクターをイコールノードにつなぎます。変数ユーズポイントライト、セットノードを無効にします。セットキャストシェーディーズノードのニューバリューを有効にします。コンパイルして保存します。DT ユーズランプエリアをレベル上に配置します。DT ポイントライトを中に含めるように大きさを調整します。起動してみましょう。DT ユーズランプエリア内に入ると、ディレクショナルライトシェーディングから切り替わりましたね。ディレクショナルライトのキャストシェーディーズが無効になってますね。DT ポイントライト内に入るとライトカラーによる効果が反映されてますね。レベル上の BT ポイントライトを1つ選択します。詳細パネル、デフォルト、ユーズポイントライトを無効にします。起動してみましょう。DT ポイントライト内に入ると、ライトカラーによる効果が無効になってますね。ポイントライトによるキャストシェーディーズも無効になってますね。今回はコリジョンが重なった時の処理は作成していないので、取り扱いに注意が必要です。設定ファイル。照明によるセルシェーディングができると、表現の幅が広がりますね。照明を活用したセルシェーディングのメリットは、視覚的な柔軟性、光の向きや強さでセルシェーディングの雰囲気が調整できます。動的ライティングによる影響、キャラクターやオブジェクトの影をリアルタイムで変化させられます。パフォーマンスの最適化、LOD との組み合わせで円形の見た目の簡易化が可能です。ポストプロセスとの連携、ブルーム、色収差、アウトライン強調などを照明と組み合わせやすい、ライティングの変化に応じたシェーディング調整が可能です。だそうです。はい、それでは、今回の動画はここで終わります。興味がある人は高評価とチャンネル登録お願いします。じゃあ、バイバイ。